金と心臓っていうかハートをこうやってハートの方が重いっていう、自分にとって忘れちゃいけないことかなっていうか、そういうの入れたっすね。もうちょっと大きくなりたかったっすね、これ出るんだったら。はい、それがもう後悔でしかないですね。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。 JP ザ・ウェイビーです。タトゥーツアー、今日は僕の人生とともに刻まれたタトゥーを紹介していきます。 Let's go。 ファーストタトゥーは腕に入れてるこの時計と文字が最初のタトゥーですね。ガンジーの名言で、明日死ぬと思って今日生きろ、永遠に生きるように毎日学べっていう言葉を入れてます。なんかちゃんと意味のあるものというか、いい言葉入れたいなっていろいろ考えてて見つかったのがこの言葉で、ファーストタトゥーにしました。で、時計を入れたのと、その時計の針も自分が生まれた時間で針を3時15分かな、セイコーとかロレックスとか入るようなこの下の場所にママって入れてますね。でもなかったと思うっすね。いっぱい考えたんで、そもそも親も入ってたんで、ほんと早く入れたいなってずっと思ってたっすね。ここに入ってるこのブレストって入れてるんですけど、これはファーストアルバム出した時に入れて、この下のこれもファーストアルバム入れた時に入れたんですけど、こっちはそのジャケをやってくれたベルディ君のそのジャケの裏側かなに書いてあったキャラクターを全部ここ入れたんですけど、こっちはその中のアルバムの曲で1曲ブレストっていう曲があって、俺の死んじゃった親友に向けて作った曲で、それを入れたいなと思ってここに入れたっすね。その死んじゃった親友のお兄ちゃんと一緒に入れました。昔はとりあえずもういっぱい入れたかったんで、もうお金あれば入れてたっすけど、ヒサロとかと似てるっていうか、なんか1個入れるとどんどん入れたくならないですか？止まんなくなっちゃうっすよね。これはイーグルを両方に入れてます。意味聞かれたら結構答えられるのかなり少ないかもしれないです。なんか好きな言葉とか大事なことはすごい最初の方にパッて入れちゃってて、もそっからはなんかもうシャネル入ってたりとか、暇でっていうか入れたくてただパーって入れたものが多いっすね。パパが急に仕事から帰ってきたらタトゥー入ってて、なんだろう、別にそれ見て怖いとも思わなかったし、その時ぐらいから別に興味あったんですかね。あとはヒップホップもずっと聴いてたし、そんなタトゥーに対する偏見もないし、かっこいいなみたいな感じで多分ずっと思ってたと思うっすね。まあでも言えないっすよねなんかでも毎回もうあと1個だけにしてねとかママに言われてたっすけど、それはもう無理じゃないですか。ここにウェイビーって骨で入ってるんですけど、ASAPヤムズがすごい好きで、もう死んじゃったんですけど、ASAPヤムズがなんか自分のインスタのアカウント名ウェイビーボーンって名前で入れててやってて、俺もウェイビーだしヤムズめっちゃ好きだったんで、骨でウェイビーって入れましたね。例えばこのダイヤとか、これ多分19とかに入れたかな。多分クリス・ブラウンが入れててかっこいいなって思って、俺も入れようみたいな感じで入れたっすね。これ思ったより痛くて1年ぐらいそこからタトゥー入れなかったっすね。やっぱここら辺はあんま入れたいけどなかなか行くのちょっと怖くなるっすね。俺なんか初めてここ入れた時は、俺が思ったのは、思ったより痛くなかったんですよ。ここ全然すごいビビっていったんですけど、全然痛くなくて、手で持てるちっちゃい扇風機あるんじゃないですか、ディズニーとかどこでも売ってる、あのプロペラでこうやられてる感じがしたっすね。もう全然余裕じゃんって思って、ここ入れて余裕で、タトゥー全然余裕だ、入れてってなって、次おへその下入れたんですよ。おへその下ってめちゃめちゃ痛いの知らなくて、お願いしますみたいな感じで言って掘ったらマジで痛くて、マジられるかと思ったっすねマジでここ掘ってるだけでもここら辺全部痛いぐらい、なんかマジ巻いてくださいっつって、ちょっとすいませんやばいっすっつって急いで入れてもらったっす。ファッション系というか、高橋さんのこういうのだったりとか入れてるから、外国の人とかにそういうの好きなんだって言葉が分かんなくても伝わるのもあるし、そういう感じですかね。まあ最初はまだ若かったんで温泉とか行きたいし、
プールとか行きたいって思ってたけど、温泉入っててまだ少ない時はこうタオルで隠せてたんですけど、どんどん隠せなくなって、ちょっと出てもらえますかって言われた時に、あ、もうダメか、俺もう温泉入れねえんだって思って、そっから行ってないですね。でもみんなおじいちゃん、そのパパのパパとかにはバレないようにしてたんで、俺もバレないようにずっと過ごしてたっす。てかずっと半袖のなんか T シャツで隠れるとこしか入れてなかったんで、超ウェイビー出してもう音楽だけで生活できるようになってから見えるとこにも入れ始めたんで、まあ、全然今おばあちゃんとか見ても何とも思わないし、いやー全然ないっすね。こっからどうなっていくん、もうこれで終わりかもしれないし、わかんないっすね。こういろいろ影とか足していくのかとか。こっから下は結構ポップっすね。こっちとかなんかちょっとなんだろう、もっと細かい系のタトゥーとかがあるんですけど、だからここに入ってるこれ全然自分で入れて自分で見えてないんですけど、ここに宇宙飛行士いるんですけど、これはこっから上が結構こっち系のタッチっていうかにしてもらって、この下半身はこっち寄りのちょっと線が太めなタッチにしてもらったっすね。まあ、でも俺と全然違う系統だったらやっぱワイザーとか、まあ、バッドオープンみんな全然こういう感じじゃないし、俺はもうできないですけど、かっこいいなっていつも思うっすね。なんかでも自分はその最初に入れてもらった人にほとんど全部やってもらってるんで、横浜にあるんですけどディアブロアートっていうタトゥーショップのアキさんって人にずっと入れてもらってて、あ、これ言いたかったっすわ。まあ、JP なんで日本入れてるんですけど、沖縄みんな沖縄ないじゃんって言われるんですよ。沖縄入れてるんですよね、ここにはい、ちゃんとここはやっぱ入れた方がいいなと思って沖縄まで入れました。あとはお金と心臓っていうかハートをこうやって、まあハートの方が重いっていう、まあ自分にとって忘れちゃいけないことかなっていうか、そういうの入れたっすね。フェイスって入れてて、まあなんか信念とか信仰とか、なんか真ん中は結構そういう大事な言葉を入れてるっすね。胸にも入ってるんですけど、見えるっすか？ワンディープって一つを深くというか、そういう風に生きるようにしてます。僕のタトゥーいかがでしたでしょうか？自分にとってのタトゥーは本当自己表現だったり好きなものをただバーって入れただけなんですけど、これからタトゥーを入れようとしている人だったり、まあ、そういう人たちはちゃんと考えて後悔のないように入れてください。タトゥーツアー JP The Wavy でした。また会いましょう。